フォーラムの参加者たちは、自発的に証拠を集め始めた。振込明細、注文確認メール、製品の使用書、更新通知の履歴。2025年、カナダ、トロントで、ある男が手錠をかけられた。その瞬間、世界中の2347人が、ようやく息をついた。彼らが失ったのは、お金だけではなかった。夢であり、信頼であり、未来への期待だった。逮捕されたのは、一つのテック系スタートアップの最高経営責任者と最高財務責任者だった。二人が運営した8つのプロジェクトは、クラウドファンディングのプラットフォームで次々と資金を集めた。スマート家電、ウェアラブル端末、革新的な充電器、魅力的な映像と洗練されたプレゼン資料が人々の財布を開かせた。総額は日本円にして約7億円相当。驚くべき金額がわずか数ヶ月で集まった。配送予定日が過ぎた。連絡が途絶えた。サポートメールは返信されなかった。投資者たちは気づき始めた。何かがおかしい。と、警察の捜査が始まると、衝撃的な事実が次々と明らかになった。集めた資金の 88% が個人口座へと移されていた。8つのプロジェクトのうち、7つは完成すらしていなかった。最初から作る気などなかったのだ。証拠を集めたのは、被害者たち自身だった。一人一人が、メール、領収書、スクリーンショットを持ち寄った。その数、2347件。市民の執念が、捜査の扉をこじ開けた。では、この詐欺に巻き込まれた人々は、一体どんな日常を送っていたのか。次は、彼らが初めてこのプロジェクトを信じた。あの日の話をしよう。トロントの朝は、静かだった。空気は冷たく、窓ガラスには細かな水滴が光っていた。マーカス・ウィルソンは、コーヒーカップを両手で包みながら、スマートフォンの画面をスクロールしていた。34歳、ソフトウェアエンジニア、テクノロジーには自信があった。だからこそ、あのプロジェクトに惹かれた。これは、本物だ。そう直感した夜のことを、彼はまだ覚えていた。洗練されたデザイン、具体的な数字、開発チームの顔写真まであった。疑う理由が、どこにも見当たらなかった。彼だけではなかった。マリア・チェン、41歳、看護師。夜勤明けの疲れた目で、プロジェクトページを何度も読み返した。老いた母への贈り物になると思っていた。$120。迷わず支援ボタンを押した。ダニエル・フォード、28歳、フリーランスのデザイナー。学生ローンを抱えながら、将来への投資だと信じた。3人の共通点は、一つだけだった。あのクラウドファンディングページを信じたこと。プロジェクトは、資金調達目標を軽々と超えた。支援者たちは喜んだ。コメント欄には期待の声が溢れた。運営側からの返信は丁寧で、温かかった。配送予定日まで、あと数ヶ月、誰もが待てると思っていた。しかし、その日々には、すでに終わりの日付が決まっていた。彼らはまだ知らなかった。画面の向こうに、初めから完成させるつもりのないものを、夢、として売る人間がいたことを、配送予定日が近づくにつれ、更新通知は減っていった。問い合わせへの返答は、遅くなった。そして、ある朝を境に、完全に届かなくなった。マーカスの画面には、今日もエラーメッセージが表示されていた。サポートページにアクセスできない。メールは届かない。電話番号は存在しない。コーヒーはすっかり冷めていた。窓の外の朝日だけが変わらず昇っていた。その静かな朝こそが2347人の怒りに火をつける最初の瞬間だった。その朝、マーカスだけではなかった。トロントの北側に住むリンダも同じ画面を見つめていた。バンクーバーの会社員、デイビッドもスマートフォンを握りしめていた。画面には同じエラーメッセージ、同じ沈黙、届かない。
という事実だけが静かに広がっていた。最初に声を上げたのはマーカスだった。投資家向けのオンラインフォーラムに一通の投稿が掲載された。トロントのあのスタートアップ。誰か連絡が取れている人はいるかという短い一文だった。返信は最初の1時間で47件に達した。翌朝には300件を超えていた。全員が同じ状況だった。メールは未読のまま放置されている。サポートページは閉鎖されている。代表者の電話番号は最初から存在しなかった。製品の配送予定日はすでに6週間前に過ぎていた。誰かがスクリーンショットを貼り付けた。プロジェクトページのキャッシュ画像だった。そこには目標額の 142% を達成したという誇らしげな数字が残っていた。その数字が怒りに変わった。フォーラムの参加者たちは自発的に証拠を集め始めた。振込明細、注文確認メール、製品の使用書、更新通知の履歴、一人一人が自分のファイルを持ち寄った。1週間後、証拠の件数は2347件に達していた。その数だけ信じた人間がいた。その数だけ裏切られた人間がいた。フォーラムの管理者が一つの決断を下した。警察に正式に通報するという投稿が固定された。賛成の声は1分以内に100を超えた。トロント警察庁の経済犯罪担当部門に最初の通報が入ったのは2025年の春のことだった。担当刑事がファイルを開いた瞬間、その熱さに思わず手が止まった。これは単純な詐欺事件ではない。組織的に、計画的に繰り返された犯行だ。刑事の目が細くなった。捜査が静かに動き出した。トロント警察庁の経済犯罪担当部門に最初の通報が届いたのは2025年の春だった。担当刑事のマーカス・ライリーはファイルを開いた瞬間、思わず息を飲んだ。資料の厚さが尋常ではなかった。添付された証拠の数は2347件。投資家たちが数ヶ月をかけて積み上げた記録だった。入金の明細、約束の文書、無視されたメッセージ、すべてが丁寧に整理されていた。ライリー刑事は静かに資料をめくった。1ページ目、2ページ目、3ページ目、読み進めるほどに眉が険しくなっていった。これは単純な失敗ではない。最初から計画されていた。資金の流れを追うと、ある事実が浮かび上がってきた。8つのプロジェクトで集めた総額は、日本円にして約7億円相当。そのうちの 88% が、会社の口座から個人の口座へと、静かに移されていた。移転のタイミングも、偶然ではなかった。目標額を達成した直後、発送予定日の直前、まるで、潮が引くように、資金が消えていた。ライリー刑事は、椅子に深く背を預けた。組織的だ。そして、繰り返されている。捜査チームが編成された。会計の専門家が加わった。デジタルフォレンジックの担当者も呼ばれた。最初の照準は、会社の最高経営責任者と最高財務責任者、この2人に絞られた。登記上の住所を確認すると、トロント市内の高級住宅街に、その名前があった。プロジェクトが炎上していた時期も、2人はそこに住み続けていた。逃げていない。それが、かえって刑事の警戒心を高めた。逃げない理由があるのかもしれない。捜査官たちは、動きを悟られないよう、慎重に情報を集め始めた。銀行への照会、通信記録の開示請求、周辺人物への聞き込み、静かな包囲網が、2人の周りに張り巡らされていった。そして、捜査の中で、ある不審な点が浮かび上がってきた。資金が消えた夜、2人にはそれぞれ、別々のアリバイが存在していた。アリバイがあった。それぞれに、別々の資金が消えた夜、
最高経営責任者は友人たちと食事をしていたと主張した。レストランの領収書、同席者の証言、タイムスタンプのある写真、すべてが彼の不在を証明するように並んでいた。財務責任者もまた違う場所にいたと言った。自宅で家族と過ごしていた。近隣住民が目撃している。監視カメラにも映っていた。完璧だった。あまりにも完璧すぎた。捜査官たちはその整然さにかえって違和感を覚えた。証拠が自然に集まるのではなく、用意されたように揃っている。その印象が頭から離れなかった。調査は深部へと進んだ。レストランの領収書は確かに本物だった。しかし、支払い時刻と退席時刻にわずかな矛盾があった。同席者の証言も細部で食い違っていた。誰かが記憶を合わせようとしたような不自然なズレ。監視カメラの映像も精査された。財務責任者が自宅前に映っていた時刻は確認できた。だが、その後の数時間に空白があった。映像が途切れていた。偶然ではない。捜査官の一人が静かに言った。アリバイを作るためには準備がいる。準備があるということは計画があったということだ。2347件の証拠が積み上げられていた。投資家たちが送り続けた記録、メール、振込履歴、納品されなかった商品の写真、怒りと悲しみが染み込んだ膨大な文書の束、それらが一つの方向を指し示していた。2026年3月、トロント警察は正式な声明を発表した。最高経営責任者と財務責任者を詐欺及び横領の疑いで逮捕。8つのプロジェクトで集めた資金のうち 88% が個人口座へ移されていたことが確認された。と、法廷の外である投資家が言った。信じていた。本当に信じていたんだ。その言葉は誰にも否定できなかった。アリバイは崩れた。しかし、崩れたのはアリバイだけではなかった。信頼というもっと大きな何かが静かに音もなく壊れていた。次のパートではこの事件が残した亀裂について明らかにする。亀裂はいつも静かに始まる。大きな音を立てず、目立たず、気づかれないままじわりと広がる。この事件もそうだった。捜査が進む中で一つの奇妙な事実が浮かび上がった。目撃者が意図的に語らなかった証言があるということだ。プロジェクトの製造現場として提示されていた倉庫、その近隣に住む男性がある時期から不審に感じていたことがあった。毎週末、大型の搬出車両が来ていたにもかかわらず、何かが運び出される様子はなく、空のまま去っていく。彼は一度だけ担当者らしき人物と目が合った。相手は微笑んだ。その笑顔が何かを隠していると感じた。しかし、証言するだけの確信が持てず、男性は長い間黙っていた。転機は2025年の秋に訪れた。投資家たちが集めた2347件の証拠の中に、その倉庫の外観を撮影した写真が含まれていた。撮影日時のメタデータが示したのは、資金の最終転出が行われた日のわずか3時間前だった。偶然ではない。誰かが意図的に記録していた。捜査官はその写真を提出した投資家を特定した。彼女は最初に出資した一人だった。信頼していたからこそ違和感を記録し続けていた。信じながらも疑い始めていた。その2つの感情が同時に存在していた。彼女の証言が捜査の流れを大きく変えた。隠されていたのは資金だけではなかった。プロジェクトの内部資料として公開されていた設計図面は実在しない海外メーカーのロゴが貼り付けられた架空の書類だった。専門家による鑑定でそれは48時間以内に確認された。亀裂はアリバイの崩壊だけにとどまらなかった。計画の根幹そのものが
最初から虚構だったという事実が一つ一つあらわになっていった。信じた人たちは何も間違っていなかった。ただ、信頼という感情を武器として使われた。次のパートでは、この事件のもう一人の核心人物、第二の容疑者の存在に迫る。亀裂は静かに広がっていた。最初の容疑者が崩れた時、捜査官たちはすでに別の名前を追っていた。その人物は表舞台には出ていなかった。プロジェクト刑事にもインタビューにも顔を見せたことはなかった。それが最初の手がかりだった。存在を消しすぎていた。名前はマーカス・レイン、39歳。肩書きは最高財務責任者だった。彼は8つのプロジェクトすべての資金管理を一手に担っていた。口座の開設も送金の承認もすべて彼のサインを通っていた。捜査官が口座の明細を精査したとき、あることに気がついた。出金のタイミングがあまりにも正確だった。目標額を達成した翌日、必ず大口の転送が行われていた。一度も例外はなかった。偶然ではありえない制度だった。さらに深く掘り下げると、転送先の口座が浮かんだ。名義は別人だった。しかし、その口座に紐づいた住所をたどると、マーカスの自宅からわずか2ブロック先に行き着いた。距離が全てを語っていた。2347人の支援者たちが提出した証拠の中に、一人の女性からのメールが含まれていた。出荷確認を求める。ごく普通の問い合わせだった。しかし、返信を送った送信元アドレスのドメインが登録されたのは、プロジェクト開始のわずか3日前だったことが判明した。使い捨てるために作られた窓口だった。そのドメインの登録者名を確認した瞬間、捜査チームの空気が変わった。登録されていたのは、マーカスの母親の旧姓だった。偶然にしては、あまりにも意図的だった。被害者とのつながりは、単なる財務処理にとどまらなかった。彼は、支援者へのメール対応窓口の管理にも、深く関与していた。つまり、不満の声を最前線で受け止めながら、その声を組織的に握りつぶしていた。信じて待ち続けた人たちに届いた言葉は、誠実さを装った計算だった。捜査はいよいよ確信へと踏み込んでいく。二人の容疑者が描いた計画の全体像が次のパートで完全に明らかになる。捜査官たちが最後の扉を開けた。そこに広がっていたのは精巧に設計された詐欺の全体図だった。最高経営責任者と最高財務責任者、二人が描いた計画は最初から完結していた。プロジェクトを立ち上げ、支援者の信頼を集め、目標額を達成する。そして、静かに消える。その繰り返しを8回。集められた資金は合計470万ドルを超えた。そのうち 88% が個人口座へと流れていた。数字は嘘をつかない。捜査の核心は2347件の証拠だった。支援者たちが1件ずつ丁寧に積み上げた記録、メールの履歴、入金の明細、約束の言葉、怒りではなく確信を持って提出された証拠たちだった。8つのプロジェクトのうち7つが未完成だった。完成する意思など最初からなかった。製品の設計図は存在した。しかし、それは信頼を演出するための道具に過ぎなかった。更新される進捗報告も、丁寧に返信されるメールも、すべて計算の上で作られた。虚構だった。被害者の一人は、こう語った。信じていたのに。と、その言葉の重さが、捜査官たちの胸にも、静かに刻まれた。逮捕の瞬間は、劇的ではなかった。二人は、普通の朝に、静かに連行された。しかしその静けさの裏に、2347人分の怒りと悲しみが、確かに存在していた。真実は、ようやく、形になった。
隠されていた計画の輪郭が完全に浮かび上がった今、次に問われるのは裁きの行方だ。二人を待つ結末がいよいよ幕を開ける。裁判所の扉は重かった。2347人の視線がその先に注がれていた。2025年、カナダ、トロント地方裁判所は正式に起訴状を受理した。最高経営責任者と最高財務責任者の両名に対し、詐欺罪及び横領罪の複数の訴因が適用された。検察側が提示した証拠は膨大だった。8つのプロジェクト、それぞれの資金の流れ、個人口座への転出履歴、そして投資家たちが積み上げた2347件の証言と記録、それらが一つの動かぬ事実を指し示していた。判決は静かに下された。最高経営責任者に対しては懲役12年の実刑が言い渡された。最高財務責任者には懲役8年と資産の全額没収命令が下された。法廷内に小さなざわめきが広がった。怒りとも安堵とも取れない声だった。モデルから資金は一部が被害者への補償として充てられることになった。しかし、回収できた額は全体の3割にも満たなかった。残りの7割はすでに消えていた。海外口座、暗号資産、実体のない法人、追跡のたびに壁が現れた。完全な回復は叶わなかった。それでも一つのことは確かだった。声を上げた人々が泣き寝入りしなかったこと、証拠を集め、つながり、諦めなかったこと、その積み重ねが裁きを呼び込んだ。2347という数字はただの統計ではない。それぞれに生活があり、夢があり、裏切られた朝があった。法廷を出た一人の投資家が記者にこう語った。お金は戻らない。でも、少なくとも嘘はバレた。その言葉に記者は何も返せなかった。事件は表向きには幕を閉じた。しかし、問いは残る。なぜ8つものプロジェクトが見抜かれなかったのか。なぜプラットフォームは止められなかったのか。制度の隙間に今もなお次の罠が潜んでいないと言い切れるだろうか。裁きは終わった。だが物語はまだ終わっていない。この事件が残した教訓と生き残った人々のその後を次のエピローグで静かにたどっていく。裁判が終わった後、トロントの法廷は静まり返った。判決の言葉は空気に溶けるように消えていった。最高経営責任者には詐欺罪で懲役8年が言い渡された。最高財務責任者には共犯として5年の実刑判決が下った。2人はそれぞれ別の刑務所へと移送された。返金についてはモデルケースとなった。裁判所は資産凍結口座から被害額の 31% を回収した。しかし、残る 69% は今も行方がわからない。2347人の投資家のうち、全額返金を受けた者は一人もいなかった。プラットフォーム側は、翌年に審査基準を改定した。新たなプロジェクト登録には、第三者機関による技術検証が義務付けられた。遅すぎた。という声も、当然あった。被害者たちの声は、今も残っている。ある女性は言った。お金ではなく、信じたことを、後悔している。と、ある男性は語った。詐欺師よりも、見抜けなかった自分が悔しい。と、その言葉の重さは、どんな判決文よりも、深く胸に刺さった。夢を売ること自体は、罪ではない。問題は、最初から夢を届ける気がなかったことだ。8つのプロジェクト、8つの約束、そして、8つの裏切り。制度は変わり始めた。法律は少しだけ追いついた。それでも問いは宙に浮いたままだ。次に現れる罠はもっと巧妙かもしれない。もっと美しい言葉で包まれているかもしれない。だから今日この物語をあなたに届けた。知ることが唯一の盾になる。裁きは終わった。
しかし、問いは、まだ終わっていない。